よ。前回はこちら、こういったものが発掘できました。金をこう流したような作りをしています。はい、かなり強いですね。抵抗反応が見られます。なんだこれ。化石のアンモナイトみたいなんですよね。これもまあ正確には鑑別をヘビがこうぐるっととぐろを巻いてまして、でヘビがこうやって、石をこの PT100 ってなってて、これですね、こういう感じでもうずっと弾がどうも、ジャンク講座ラボです。今日は前回の発掘の続き。前回はこちら、こういったものが発掘できました。そして、銀と思われるもの。まだ決まってはいないんですけれども、銀が取れる可能性があるものが、ちょっとこれだけ、取ることができました。そして、750刻印というのがあったんですけれども、残念ながらですね、銅や鉄にメッキをしたものではないかという残念な星なもの、こちらが取れました。で、後にですね、これだけまだたくさんありますので、これをこれから発掘していきたいと思います。では、発掘スタート。はい。では一発何が出るかな。絡まってる。絡まってますね。今日はいつもよりたくさん絡まっています。はい、出ました。じゃん。これは何でしょうか。じっくり見てみましょう。はい、これ以前にですね、似たようなものを、取り出しています。こちらです。こんな感じの、黄金色のネックレスなんですけれども、似た感じですね。琥珀のような、デザインというか内包物のようなものが見られます。はい、こんな感じです。中がですね、こんな複雑な内包物がですね、見られます。ただ、これが本当に琥珀なのかどうかはわかりません。人工的なこういった琥珀を再現するようなものではないかなと思われます。はい、こんな感じでいて。すいません。いきなり畳が倒れてしまいました。はい、すいませんでした。なんだっけな。こんな黄色のネックレスでした。次行ってみます。次は何かな。じゃーん。絡まってください。絡まって、じゃん。こちらです。指輪ですね。こんな感じの、でっかいですね、石がついたリングです。残念ながらですね、素材を示すような刻印はありませんでした。では、よく見てみましょう。はい、こんな感じの、メノのような石がついたリングです。はい、拡大するとこんな感じで、綺麗な石がついています。で、残念ながらですね、リングに素材を示すような刻印はありませんでした。はい、こんな感じのリングです。はい、次行ってみましょう。次は何かな。あれ、なんだこれ。微妙に重いですね。はい、こんな感じのペンダントトップですね。これも見てみましょう。はい、こんな感じのイチョウのマークなのかな。黒い下地がですね、鉄と思われるところに金や銀をですね、薄く乗せたような、ものです。伝統工芸の技法を使ったようなお品物になっています。
表面のこの金色と銀色の部分は、おそらくですね、本当にビッチョビットなんですけれども、金を流したようなものだと思われます。メッキなんかに比べたら、使ってる量は多いんですけれども、それでも相対的な量を見ると、微々たるものなので、これがすごいたくさんあれば、いっぱい集めてですね、この部分を取って回収することで、何かしら金が取れる可能性はあるんですけれども、今回このちょびっとなので、こういったお品でした。素材を示すような刻印はなかったです。では次行ってみましょう。次は何か、なんかすごい綺麗なキラキラの、こんなピンク色のキラキラの石がついたペンダントトップが出てきました。どうでしょう。素材を示すような刻印はなかったんですけれども、こんな感じでですね、とっても綺麗なお品物です。見てください。このピンク色のですね、大きな石がついてます。とっても綺麗です。キラキラなんですよね。カットも結構鋭いので、もしかしたらですね、何かの宝石かもわかりません。こんな感じです。スマホのマクロレンズで拡大するとこんな感じです。結構汚れがですね、そのまま今発掘したばっかりなので、洗浄ですね、洗ってないので、とっても汚れてるんですが、それでもですね、このキラキラな感じは、見られます。何かもっとぎゅーっと拡大すると内包物が見えるかなと思ったんですが、汚れはあるんですけれども、何か特徴的なものは現状ちょっと分かりづらいですね。何なのかは分かんないんですけれども、綺麗なピンク色の石です。で、経験上ですね、この中からジャンク山からですね、よく取れるのはこういう石で出てくるのは合成石の場合が多いです。特にこの内包物がですね、もうほとんど見られない透明感のある石は合成石の場合が多いです。では、今できる範囲で、赤外線を当ててみてどういう蛍光反応があるのかどうかちょっと試してみます。すいません。ライトをちょっと持ってくるの忘れてました。では、ライトを当ててみます。石の中にはですね、この特殊な紫外線を当てると、蛍光反応といって特徴的な色の変化が見られる場合がありますので、こちらちょっとやってみます。こんな感じで綺麗なんですよね。で、USB 顕微鏡でですね、拡大してみるのもいいんですけれども、現状今取り出したばっかりですごい汚れてるので、顕微鏡で見ても汚れがですね、拡大されてしまうということになってしまうので、とりあえずですね、このライトを試してみます。どうでしょうか。ご覧ください。ちょっと、すごい色変わってるの分かります？この、赤がですね、発光してるように見えます。これかなり激しい蛍光反応なんですね。で、ちょっとライト、ちょっと待ってくださいね。電気を消してもう一回やってみますね。かなり強いですね。蛍光反応が見られます。これは一体何なのでしょう。こんな感じで、激しいですね、反応が見られます。この強い、蛍光性反応は、ちょっと待って、暗いです。電気。この強いですね、蛍光性反応のある石の、特徴として、やはりですね、合成石に多く見られます。これが何の合成石なのかは私はこの段階ではわからないんですけれども、例えばですね、ルビーだったり、
合成の、なんでしょうね、スピネルとか、サファイアとか、そういったものなのか、で、ルビーの場合はですね、熱伝導率が結構高くてですね、このダイヤモンドテスターを、使って反応をですね、見ることができます。まあ、だからといって、これはルビーだってなるわけじゃないんですけれども、まあ、一つの特徴を今ここにあるものだけで判断する材料の一つとしてですね、できるんじゃないかなというものです。なので、今ちょっとテスターをですね、当ててみます。これですね、つけると音聞こえますか？反応してます。で、これダイヤモンドのテスターなので、ダイヤモンドをこう当てるとピッピッってなって、わかる簡易テスターなんですけれども、このピンクの石でもこんな風に反応してしまってます。ただ、何度も使っているとですね、わかるんですけれども、ダイヤモンドの場合の反応の速度と、それ以外の伝導率は高いんだけれども、ダイヤじゃないものの反応の違いがですね、この職人さんのように微妙なこの線の動きで、分かったりします。これは今反応がちょっとビビビっていうのが遅いので、ダイヤではないんですけれども、熱伝導率が比較的ですね、高いものです。なので、なんでしょうね、わかんないんですけれども、そういった、多分好成績のペンダントトップです。チェーンはちょっと見当たらなかったです。では次、行ってみましょう。次は、何かなすごい綺麗ですね。なので、洗浄すればもっと綺麗になるんで、このままでも、綺麗だし面白いんですけれども、石を取り外して何かに使ってもいいかなという一つです。はい、次こちら、じゃあ、また指輪です。指輪、これは、紫色の、こんな感じの指輪です。はい、こんな感じです。これも見ていきましょう。素材を示す刻印は、一応あるんですけれども、なんかちょっとかすれちゃったようなやつですね。よくあるんですけども、はい、指輪はこんな感じです。こうやって見ると、この紫色の石がですね、とっても綺麗です。何の石かはわかんないんですけれども、その問題の刻印がですね、こちらです。こんな感じです。ちょっとごめんなさい、見づらいんですけれども、こんな感じで字が途中で消えちゃってるんですね。で、消えたところがあったとして読むならば、G シルバーってなってるみたいです。で、G シルバーはもう何度も動画で出てきてるんですけれども、シルバーって書いてあるんだけど、銀が取れないやつを G シルバーって刻印打ってたりするんですね。で、これ、なんか刻印がかすれちゃってて、ちょっと、適当な感じがするんですけども、そういったをしないということです。ただ、見た目は結構、こうやってつける分が綺麗だし、石も何やらわかんないですが、紫色の石が、カットされた石がついてます。次行ってみましょう。次は何かな逆だ。じゃん。これは何でしょう。ブローチですね。大きさはこんな感じです。で、これが、何の模様なのかはさっぱりわかんないですね。ただなんかこう、うねうねした感じのブローチです。で、刻印は特にないみたいです。はい、こんな感じです。はい、なんか、うねうねってなってるブローチです。こんな感じです。次行ってみましょう。次は何かな全然、絡まってる。すごい絡まってますね、これ。ちゃんと取れるのかなすごい絡まってます。いつもより絡まってますね。じゃーん、これ。じゃーん、これもなんだか、不思議なネックレスです。では、こちら見ていきましょう。引き輪には特に刻印はありません。で、このトップですね。トップっていうか、このついてる部分なんですけれども、これが、何なのかは、多分ですね、これ、
何かの動物の角みたいなやつです。牛の角、ハンコで黒水牛とかあるんですけれども、なんかそんなような感じですね。天然由来と思われるですね、独特な模様、こちらですね。なんでしょうね、羊なのか、黒水牛なのかわからないんですけれども、多分なんかの、そういったものを加工したんじゃないかなと思われます。で、拡大するとわかりやすいんですけれども、こんな感じで、模様がですね、綺麗に見られます。外側もこんな感じ。で、この透明というか、なんていうんですかね。若干べっこっぽい感じもしなくはないんですけれども、明らかにべっことは違う作りをしてます。はい。こんな感じの独特な、何かはわかんないんですけれども、そういったお品です。これがなんかついてる、ネックレスです。では次行ってみましょう。次は何が出るかな。ちょっとこの絡まってるのは後回しにしたいですね。多分これを歩くとなんか挫折しそうな感じがします。時間かかっちゃって。じゃあこれは指輪ですね。指輪。リングが私にはちょっと、ここいけるかな。こんな感じです。シンプルな溝が彫ってあるだけのリングですね。石とかそういうのはないです。で、刻印がですね、前もあったかな。SS って書いてある刻印で、見た目の光沢とか、重さの感じも合わせて考えると、やっぱりステールのことなのかなと思われます。こんな感じです。この特徴的な金属光沢ですね。硬そうなイメージのステンジュエリーだと思われます。そういったお品です。では次行ってみましょう。次はじゃん。このなんか妖精さんがぶら下がってそうな、ぶら下がってるのかな、座ってるのかな、笛吹いてる、ペンダントトップです。素材を示す刻印はあるんでしょうか。金色の期待させるような、デザインと色です。結構細いですね、作りなんですけれども、残念ながら素材を示す刻印は見当たりませんでした。で、こんな感じのですね、なんか多分棒持ってるんじゃなくて笛吹いてるんだと思うんですけれども、こういうなんか可愛いちっこいのが座ってるようなペンダントトップです。はい、そういったお品でした。次行ってみます。次は、これ、なんか前も似たようなの出てきたやつですね。ちょっと、これは、形もそっくりです。同じ。でも変な刻印があるな。以前ですね、動画で出てきたやつですね。私、プラチナだとかって言ってたんですけど、全然プラチナ取れなかったんですね。で、戻ってきちゃったんですけども、それにそっくりなね、これ、見てください。こんな綺麗な、赤い石がついたリング、指輪なんですけれども、はい、こんな感じの、かっこいいやつなんです。で、この、模様というか、タガネでですね、ちょっと脇のところに、デザインがついてるんですけれども、これも見た感じですね、手で職人さんが彫った手彫りのこの彫金だと思うんですよね。で、そういったデザインと、あとこの金属光沢、それから前回ですね、このそっくりなやつで、試金石でこう削ってテスターでやった時は反応がですね消えなかったんで、これもプラチナだとかって言ってたんですけれども、普通に違いました。言われてみて、正確わかんないんですけども、これ変な刻印こうやってついてるんですね。で、
多分ですね、これ昔、こういうのたくさん売ってたと思うんですよね。で、これが、磁石、これ、よく出てくるネオジム磁石っていう強力な磁石です。で、これつくかなって、はい、つきません。磁石つかないやつです。で、これは何かなというと、書いてはないからわかんないんですけども、多分ですね、サンプラチナ、SPM っていう刻印がついてるものも似たようなデザインでよくあるんですけれども、サンプラチナではないかなと思われます。サンプラチナは、名前がプラチナって書いてあるんですけれども、プラチナが入ってるわけではなくて、見た目がですね、プラチナのような銀白色、この光沢のある素材をしてまして、で、なおかつですね、腐食に強いということで、昔は結構使われてたみたいなんですね。例えばですね、懐中時計のチェーンとかもサンプラチナのものがあったりします。これは錆びたりとかもしないみたいなんで、そういう意味合いでよく使われてたみたいなんですね。で、なので今でもこうやって、ジャンク山からこうなんかやってると出てくるんです。で、ちょっと困っちゃうのが、さっき言った試金石とテスターの反応で見たとき、サンプラチナはですね、なぜかですね、まるでプラチナのような反応をしてしまうので、困ってしまうんですね。素材削った後ですね、残っている、そこにテスターをつけると、金とか、プラチナ、ホワイトゴールド、ああいったもの以外はですね、もうほとんど消えてしまうんですよ。なので、違うなとかってわかるんですけれども、このサンプラチナは要注意で、削ってもですね、残ってしまうんですね。という指輪が出てきました。素材は書いてないしわからないんですけど、多分サンプラチナだと思われます。こんな感じの指輪です。では、次行ってみましょう。次はですね、どれにしようかな。頑張ってる。これは何でしょう。これは、なんか青いですね。玉がついたイヤリングです。イヤリングですね。こんな感じのイヤリングです。玉が何なのか。いや、肘ぶつけた。すいません。こんな感じで、素材を示す刻印はありません。で、漢字のこのついてるのがなんとなく天然石っぽいですね。模様がついてるんで、何なのかなって思うような石がついてます。こんな感じです。これが何なのかはわかりません。はい、そういったお品でした。2個ありました。次行ってみます。次は今からこれ。おー、すげえ。金ピカです。ブローチなんですけども、金ピカ。すごいピカピカです。これはなんか、なんだろう。なんか刻印とかはないですね。でも表面はピカピカです。で、なんだっけな、さっきあったちっちゃいどっかから、どっか行っちゃいましたね。さっきあったペンダントトップがもっとなんかすごくなったような感じですね。ご覧ください。こんな感じでですね、金色の、さっき言った、鉄の上に、なんで今倒れてきた。よいしょ。なんだっけ。何でしたっけ、これ。象眼じゃなくて、金なのかな。金をこう流したような作りをしています。このお花ですね、菊なのかなと、タガネでつけたような、均一でないですね、手作りっぽい模様があります。これやっぱりですね、熱いんじゃないかなと。熱いっていうのは、厚さがあるんじゃないかなと思うんですね。で、これ
先っぽがすごい細いピンセットです。でこれで軽くですね、撫でてみて、厚さがあるのかちょっと見てみようと思うんですけど。ごめんなさい、傷ついちゃいました、触ったら。表面にですね、こうキーって傷がついちゃって。でも、それだけ柔らかいんですね。これは金のすごい微量なんですけれども、使ったものだと思われます。今ちょっと触ったら傷になっちゃったんですけど、ここが引っかかりますね。メッキ製品から金を取り出そうとする試みはですね、結構いろんなところで企業がやってたりするんです。メッキ製品の買い取りとか。そういうのを考えたら、やべ、取れてなかった。ごめんなさい。ちょっともう一回。この辺から。そう、ここをですね、軽くこう撫でたら、ちょっと傷になっちゃったんですけれども、この貼ってある部分と下の鉄の、そんなに分厚いわけではないんですけれども、超薄い感じが、あるけど、その何ミクロンみたいなやつと違って少しね、違うんじゃないかなと思われるお品です。こういう、その伝統工芸みたいな、鋼も彫金で多分これ入ってるんで、結構いいやつですね。お土産とかなのかな。刀の刀装具のここですね、つばについてる模様とかに似たような技法が使われています。多分この下は鉄だと思うんですよね。鉄の上にこんな感じで。これ、すごいいっぱいあれば、多分金通れる可能性ありますよね。こんだけ、ピカピカだし。綺麗なんで、ちょっと、私はこれを、剥がしてですね、とはちょっと思えないですね。かなり綺麗な細工がしてありますので、そうだ。ちょっと待って。はい、ごめんなさい。こちらですね、これ、なんかわかんないんですけど、なんかの拡張ボードです。で、それはどうでもいいんですけど、ここにですね、かなり厚い金メッキがされてるんで、それと比較すると分かりやすいと思うんですね。で、こんな感じですね。この電子部品の接点の部分のメッキは比較的、厚めと言われてます。普通の金メッキよりも使われている量が若干多めということで、この部分からですね、金を回収する人たちがいるぐらい、有効な方法の一つなんですけれども、これとこれを見比べるとかなり色とか乗ってる感じが似てるんですよね。この接点の部分って、これ下が確か銅かなんか貼ってあるんですよね。で、その上に金のメッキが乗っかってるんですけれども、同じようにこう引っかかったりですとか、あと表面がですね、こう触ると簡単に傷ついちゃうんですね。なのでこれがすげえ似てるなぁという印象です。実際にどれだけ取れるかはちょっとわかんないんですけれども、そういった綺麗なお品でした。これはですね、切り板が売れるので、集めたりですとか、いろんなのやってみたりはしたので、その時のやつですね。サーバーの拡張基板なんですけれども、この拡張基板が私は何の基板なのかはわかんないです。では次行ってみましょう。次は、じゃん、忘れた。じゃん、これは、なんかこんな感じです。そんな短くはないんですけれども、ブレスレットに比べたらずっと短いので、ちょっと長めのブレスレットのようです。はい、つけたらこんな感じです。で、素材を示すような刻印は残念ながらありませんでした。で、金色なんで、メッキなんでしょうけど、特に刻印も何もなくて、品物はこんな感じです。見た目綺麗です。はい。で、この網の目みたいになってて、木片の中でも薄い感じのやつですね。こんな感じです。はい。そういった
メッキ製品のお品です。デスレッドでした。次行ってみます。次は何かはい、これ、なんでしょう。カービングって、なんか彫ってありますね。これは、べっ甲の貼り合わせみたいになってますね。模様が見られます。こんな感じです。竹の、なんか、デザインですね。彫ってあります。で、裏側はこんな感じで半透明になってるので、貼り合わせのものだと思います。次行ってみましょう。次は何かな。じゃーん。はい、指輪出ました。指輪が、こんな感じです。キラキラの指輪、ここね。こちらです。では、見てみましょう。これまた出た感じですね。シルバーって書いてあるんですけれども、金色がちょっとなんか黒ずんだようなやつで、シルバーの隣にですね、なんか書いてあるんですけど、よく、GF って書いてあります。GF だから、ゴールドフィールドの金張りのシルバーという意味で、刻印がついてるんですけれども、実際にこれはシルバーが銀が取れるのかはちょっとわかんないですね。過去にこの GF シルバーというのは何回もですね、出てきてるんですけれども、結構取れないのがあったんですね。切ったりとかしてなんか見たんですけれども。こんな感じの紫色の石がついてます。はい。刻印はこんな感じです。ちょっと逆さまになってましたね。こんな感じです。GF シルバーって書いてあります。で、表面がですね、このお決まりのなんか変な色になっちゃってるやつです。はい。これはちょっとあんまり期待できないんですけれども、検証の箱に入れて後日ですね、銀が取れるかやってみたいと思います。やってみるというか、検査してみたいと思います。次は何にしようかな。はい。ちょっと指輪は結構ありますよ、まだ。925の刻印があります。細い指輪なんですけれども、こんな感じですね。ちっちゃい石がこうついてるやつです。見た目はこんな感じです。で、ちっちゃいですね、このメレサイズの石がこうくっついてます。多分、石目とかなかったので、ダイヤとかではないと思われるんですが、はい。こんな感じで925刻印がありました。なので、でもちょっと磁石ついちゃいますね。割り金に何か使われているものが反応しているのかもしれないんですけれども、ちょっとこれも検証、箱に入れておきます。次行ってみましょう。次、なんか面白いよね。出ないかな。やっぱ絡まっちゃったよな。すごい、これいじってると他のも絡まっちゃうんで、次、違うのやってみます。次は、これです。これ。じゃーん。はい、こんな感じの、なんか、ちっこい紫色の石がですね、いっぱいついた、ブレスレットですね。はい、こんな感じです。いっぱいついてます。では、よく見てみましょう。はい、刻印らしきものはありませんでした。ただ、石がですね、こんな感じで綺麗ですね。こんな感じで紫色の石がいっぱいついてて、綺麗です。はい。ついてる宝石も一つ一つですね、内容物などの特徴が違いますので、おそらくですね、天然由来の石がついていると思われます。アメジストなんでしょうかね。
はい、こんな感じで石がついてます。はい、こんなお品でした。じゃあ、次行ってみます。次は何か。なんだこれ。なんでしょうこれ。なんかすごいの出てきました。これ見てください、この。なんでしょうね、これ。すごいです。すごいの出ました。では見てみましょう。じゃーん、これ。これいつも発掘とか言ってますけど、なんか本当に変な発掘しちゃった感じです。これ本当に発掘品なんじゃないでしょうか。見てください、この独特な渦を巻いたですね。若干これ、宝石のように見えるんですけれども、渦を巻いてる感じがですね、化石のアンモナイトみたいなんですよね。アンモナイトじゃないかなと私は思っています。でもまあ正確には鑑別を取らないといけないんですけれども、わかんないですからね、何なのかは。でもこれアンモナイトっぽいんですよね。なんでなんでしょうね。これもう化石をいつも発掘とか言ってるから化石が出ちゃったんですかね。なんでしょうか。でもすごい綺麗ですね、この辺なんか。はい、これアンモナイトなのかなと思って、ちょっと Google レンズでですね、撮影して何て言われるのか、ちょっと見てみようと思います。これだけ特徴的な見た目なので、AI の画像認識もですね、比較的精度が高いものが出る結果が得られるんではないかなと思われます。はい。では早速試してみます。まずはこんな感じで、ちょっとこれ邪魔か。良くないですね。無地がいいんですよね、こういうの。ちょっとごめんなさい。今なんか下に引くの。はい。すいません。下に引くのにですね、下を無地にして撮影した方がいいはずなので、こんな感じで白いですね、箱の上で、向き間違えちゃったかな。撮ってみました。で、これで、多分これはアンモナイトだよってで似たようなのが出るはずなんですよね。画像はAI による概要です。画像はアンモナイトの化石を加工したペンダントトップまたはアクセサリーの一部です。アンモナイトは古生代末期から中生代にかけて海洋に広く生息し繁栄したなんて読むんだろうな。頭に足の類って書いて、頭足類っていうんですかね。頭足類っていうんですかね。アンモナイト。頭に足の類の絶滅した分類群です。って書いてあって、出てくるですね、このアンモナイトの似たような一致画像ですね。見ると、そっくりのがいっぱい出てくるんですよね。アンモナイトペンダントトップ。マダカスカルさん22,000とか書いてあります。結構高いのもあれば、2000円ぐらいのものもあります。で、見た目一緒なんですけど、おそらくですね、この大きさによって結構値段が違うみたいですね。安いのは本当に1000円ぐらいから、あるみたいです。ただ、大きさによって違ったり、あとはこの加工でしょうね。ペンダントトップの加工をしてあるかとか、その素材によって値段が違うようです。この辺はちょっと、不思議な発見でした。発掘品。アンモナイト、古生代のなんだっけ、図足類とかいう、読めないかったんですけれども、ペンダントトップでした。不思議な発見です。で、あと、ちっこいの結構意外と安いんですね。1000円ぐらいで買っちゃう。では、次行ってみます。じゃあ、これは指輪ですが、石はないです。で、こ
刻印はですね、一応925なんですけれども、なんか光沢がすごくあって、本当に銀なのかちょっと軽い気もします。見た目はこんな感じで、はい、見た目はこんな感じで、普通の指輪なんですけれども、持った感じがですね、ちょっと軽いですね。なので、これもちょっと検証をちゃんとしないと、本当にシルバー製品なのかはわかんないです。で、刻印はですね、こう深めの、ちょっと見づらいですね。すいません、見づらいんですけど、この深い刻印が入ってます。なんでこんな溝が深いのかちょっとわかんないですけど。ちなみに磁石は、なんか思いっきりついてます。これも切って調べたい気がするので、こっちに入れておきます。次行ってみます。じゃあまた指輪です。これは、緑色の石がついてて、はい、シルバー G の刻印があります。はい、こんな感じの指輪です。刻印はシルバー G という刻印がついていました。はい、こんな感じです。はい、次行ってみます。次。あれこれさっきのやつにそっくりだ。これ、さっきのにそっくりだ。なんでだろう。でも全然違うわ。形というか、デザインコンセプトは同じなんですけども、微妙に違います。これ、石がついているのと、あと、さっきと同じように光沢があるんですけれども、一応925刻印がついてます。はい、こんな感じで、さっきのひし形に似たデザインなんですけれども、真ん中にですね、よく見ると、こういう紫石がついてます。で、刻印が925でついてるんですけれども、さっきと似たような感じで、これも検証の箱に入れちゃいます。では次行ってみましょう。次はこのネックレスじゃない、これは、あれですね、ブレスレットです。はい、こういう線の細い感じのブレスレットです。では、これが何なのか見ていきます。はい、素材を示す刻印は見られません。ついている玉もですね、真珠とかかなと思ったんですけども、真珠とかではないです。はい、こんな感じの、二重にぐるっと巻いたんで、こんな感じに映ってしまったんですが、ブレスレットのお品です。次行ってみます。じゃん、さらに、じゃん、この緑のですね、石がついたイヤリングです。これは何なのか見ていきます。結構ですね、派手な感じの取り巻きっぽくなってて、真ん中にですね、緑色の石がついてます。で、素材を示す刻印はどうやらないです。見た目は、すると、見た目はこんな感じです。緑色の石がついていて、エメラルドかなって思うような作りをしています。で、拡大するとこんな感じで、ちょっとわかりづらいんですけれども、拡大すると、あれですね、前も指輪で出てきた、緑色の中に、葉脈、植物の葉脈のような模様が見られます。こちらもですね、鑑別を取らないと、はっきり正確にはわからないんですけれども、多分ですね、クォーツを元に染色した石なんじゃないかなと思われます。ひび入れなんとか法っていう、クォーツに染色する方法があって、このですね、特徴的な模様がある
まるでエメラルドのような緑色の石って結構このジャンクのアクセサリーの中では発掘される、よく出てくるお品です。で、このテスターで、さっきのピンク色の宝石の時と同じようにこう当てると、石ほどではないんですけれども、ゆっくりなんかもたもたと反応する感じがあるんですね。で、クォーツの熱の伝わり方にと似てるのかなという印象です。なので多分そのクォーツを染色したものかなと思われるイヤリングです。ただ見た目すごい綺麗です。次行ってみます。次はこれですね、さっきのこの多分シリーズですね、そっくりななんかコンセプトの指輪が出てきちゃいました。これでも並んでしまうとすぐわかります。パッと見ですね、はい、こちらです。こうやって見るとわかんないんですけれども、持ってみて並べるとですね、同じコンセプトの指輪ではないかと思われます。で、特徴的なこの金属光沢と、あと線の細いこの爪が2個こうかかってるところなんかは超そっくりです。はい、さっきの指輪ですね。こんな感じです。で、同じようにですね、ちっちゃく2本の爪でこう引っ掛けて止めるのなんかは、そっくりですね。で、この金属光沢ですね、表面の光沢もなんか似てますね。で、あとタガネが入ってるところですとか、石がこうカットされてる感じとかはそっくりです。素材を示す刻印は、こっちはですね、SPM ってちゃんと書いてありますね。なのでやっぱサンプラチナなんですね。こっちはちゃんと刻印がついてます。はい。こんな感じで SPM っていう刻印がついています。はい。こんな感じの指輪でした。次行ってみましょう。次は何かな。はい。もう指輪どんどんいきます。じゃあ。これは特に何も書いてないです。素材を示す刻印はありません。では次行ってみます。とりあえずこう書いてみます。じゃあこれなんか綺麗です。なんでしょう。刻印はあったんですけれども、シルバーの G って書いてあります。さっきのシルバー G の指輪と同じだと思われますね。こんな感じで、綺麗な石がですね、ガーってついてるんですけれども、刻印が、はい、シルバーではなくて、シルバー G って書いてあります。なので、これも銀が取れないやつです。でも、見た目このキラキラの石がついてて、綺麗です。はい、次行ってみます。次。じゃーん。この指輪もさっきの、コンセプトがずっと一緒ですね。この、なんていうんですかね、形がこの、四角かひし形かわかんないんですけども、これも似たようなデザインしてます。ただ、穴が開いてるわけではなくて、ちっこい石がパベセッティングみたいにこうついてますね。で、これも925になってるんですけれども、なんかやっぱり軽い気がします。はい、これもペンションの箱に入れます。次行ってみます。次は金色。じゃあ、これはこんな感じ。こうです。この玉がついた指輪です。これはどうなんでしょうか。さっきの GF シルバーって書いてあるやつと同じ刻印ですね。この指輪はこんな感じです。真ん中にですね、ムーンストーンみたいな若干ぼやーってなってる半透明の石がついてます。で、刻印がですね、残念ながらさっき見た指輪と同じようにですね、GF のシルバーって書いてあります。
でしかもこのシルバーがちょっとかすれ気味になってるので、これもこっちに入れて後日調べてみたいと思います。次はこちら、じゃあ待てよ。今度は、これは、メイド・オブ・ステンレスって書いてあります。ステンジュエリーですね。はい、こんな感じのスクエアな石がついた指輪です。で、メイド・オブ・ステンレスってなってるので、ステンの指輪です。一応磁性があるかどうか。これは磁石つかないやつですね。磁石はつきません。はい。では、次行ってみましょう。次は、絡まりを取りたい。厳しい。絡まりが厳しい。どうしよう。なくなってきたから。指輪、また指輪です。これは、なんか ERP って書いてあります。何なんですかね、ERP って。エレクトロ R がわかんないですね。P はおそらくプレイテッドでまたメッキだと思うんですけれども、ERP って書いてありました。で、ギューッと拡大するとこんな感じで緑色の石がついています。これが何なのかはわかりませんが、メッキのと思われる刻印があるので、なんでしょう。ちょっとわからないんですが、メッキの品だと思います。次行ってみます。次は、じゃあ、はい。緑色の丸い玉がついたイヤリングです。前にも動画で出てきたことがある緑色の縞模様がついてるオニキスみたいなやつですね。こんな感じです。見た目は、こういう緑色の玉がついてます。で、これギューッと拡大すると、こんな感じで模様がですね、結構細かく、ちょっと遠いかな。見えないかな。見えた。こんな感じで縞模様があります。そういったお品です。次行ってみましょう。次はこれ絡まってる。絡まるのを取るのがもう嫌だ。絡まってる。出ました。こんな感じの、ネックレスで、こういうワイヤータイプのブインブインのやつがついてます。で、素材を示す刻印はスティールって書いてあります。ステンじゃなくてただの鉄っていう意味なんでしょうか。スティールって書いてあります。こんな感じで、スクエアカットなのかな、四角い石が2つついてます。で、刻印の方がですね、こんな感じでスティールって書いてありました。石の方はですね、こんな感じでちゃんと爪をこう起こして止められています。ただ、どうでしょうか、何の石かはわかんないんですが、キュービックジルコニアのカットより若干ですね、硬い感じがします。カゴがそんな丸くないやつですね。で、磁性があるのかというと、スティール、鉄ですもんね。思いっきり普通につきます。なのでこれはきっと鉄なんでしょう。ただ、黒くなったり、錆びたりしてないということは、実際はステンなのかもわかんないですね。さっきのこのピンセットがステンレスなんですけれども、見るとほぼほぼ同じ素材に見えます。こんな感じで比べるとですね。そっくりですね。この梨地って言って、縦にしましまの傷というか模様があるんですけど、それを見ても
同じです。そっくりに見えます。なので、スティールって書いてあるけれども、これはステンレススティールなんだと思われます。次行く前にですね、ちょっとテスターだけ試してみて、これ、すいません。はい、反応しません。なので、カットが結構鋭い感じなんだけれども、おそらく、キュビックジルコニアのような人工的な作られたものだと思われます。次行ってみます。次。でも、そうか、そうとも言い切れないですね。クローチとかかもしれません。今、ゆっくりちょびっと反応してたのと、カットはですね、結構端っこ鋭いんですね。なので、ちょっと石の方は何なのかわかんないです。次行ってみましょう。と、前に、ちょっとお待ちください。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、すいません。では次どんどん行ってみます。次ちょっといっぱいあるんで、どんどん行ってみます。こちらですね。こんな感じです。で、これを見てみますね。見ると、素材を示す刻印はありませんでした。なのでこれはこういう指輪でした。次、いやちょっとちっちゃいな。私はこう小指でギリギリの、指輪です。次行ってみます。次はどれにしようかな。じゃあまた指輪です。指輪はこんな感じです。では次では次じゃなくて、よく見てみます。はい、なんか石がついてます。で、なんかお決まりのさっきのシルバーGFみたいな、ちょっとかすれちゃってまた見えないんですけども、こんな感じの、このなんかよくわかんないシルバーの脇にですね、P か D かわかんない F とも読めます。なんか刻印がついてます。なので検証が必要です。これ石もなんかついてるんですけど、ちっちゃい石がついてます。次行ってみましょう。次。で、これに入れました。次、じゃあ、こっちか。じゃあ、この紫色のなんか、水晶っぽい、アメジストっぽいなんかペンダントトップです。素材を示す刻印シルバーってあるんですけれども、この石枠のパーツですね、この缶のパーツがもう緑色になっちゃってて、そういう、状態です。こんな感じでついてる石はとっても綺麗ですが、石枠の状態があんまり、良くないです。ちょっと緑色のが出てたりですとか、黒い点々が出てたりとか、そういう感じの状態です。で、これ金じゃない。金が取れるかもしれないので、この中に入れておきます。次行きます。次じゃーん。これ緑色です。カットですね。このカットのやつはなんか、ライスストーンとか、そういうやつが多いんじゃないかなと思うやつです。でもこの作りはね、なんか、かっこいいやつです。レトロな感じのが出ました。次行ってみましょう。次、じゃーん、また指輪。緑色の、さっきも出てきたような緑色の石がついてます。で、素材を示す刻印はなんと、シルバー G がまたついてました。あと、刻印が G シルバーという、銀が取れないやつでした。次行ってみます。こんな感じです。次は、めっちゃ絡まってくるんですけど、ここでかい。ピカーン。これは何でしょう。ラウンドブリリアントカットみたいな透明の石がついてます。だけど、この素材を示す刻印がないのと、それからですね、ダイヤの時って大体下穴って言って、この指輪の底がですね、穴開いてて光がこう通るようになってるんですけど、それが多分、なんか埋まっちゃってるような感じです。見た目はでもなんか、こういう、
いう縦詰めリングですね。はい、そういったお品です。はい、こんな感じです。次行ってみましょう。次は、はい、見た目はですね、しっぽ焼きだと思われます。こんな感じでですね、綺麗な模様がついてます。で、素材を示す刻印というのはありませんでした。はい、次行ってみましょう。チェーンも、はい、チェーンもないです。次行ってみます。じゃん、はい、こんな感じの色が、これ結構大きいかな。こんな感じの、黄色、オレンジ、白みたいな色の指輪です。内側のですね、指輪の内側のこの、なんていうんですかね、が滑らかさがちょっとあんまりないので、メッキのお品だと思われます。刻印もないです。見た目はこんな感じで、はい、見た目はこんな感じでデザインが、かっこいいやつです。で、取り巻きがこうぐるーっとついてるやつです。はい、そういったお品です。では、次行ってみましょう。次。じゃん。こういう金色の蛇がぐるぐるって回ったようなデザインの指輪です。見た目は、結構いい感じになってるんですけれども、やっぱりですね、シルバーの刻印があって変な、また GF みたいなのがついてます。で、見た目はこれ結構かっこいいんですね。ぐるっと蛇がこうぐるっとトグロを巻いてまして、目のところにですね、こんな蛇の目がなんか石がついてます。で、石止めもですね、接着剤とかじゃなくて、ちゃんと爪で固定されているものです。石を止めた後の後ろ側に下穴が開いてて、光入るように一応なってるんで、作りはそんなにあれなんですけど、いいと思うんですけれども、この刻印ですね、やっぱりこのシルバーのところに GF ってなってて、なんか隣がですね、やっぱ色変わっちゃってるんですね。なので銀なのか、銀でないものにメッキしてあるのかちょっとわかんないんですけれども、目の石がですね、一応この簡易テスターだと、目の部分はダイヤっぽいですね。ちっちゃいんですけれども、ダイヤがついてるっぽいです。はい、そんな感じの蛇の指輪なんですけれども、これも検証の箱に入れておきます。はい、次、また蛇かな。また蛇出ました。蛇年でしたっけ、今年。蛇が出ました。今度の蛇はですね、さっきは目に石がついてたんですけど、今度は石をなんか食べちゃってる感じです。で、今度はですね、刻印が違います。今の石ですね、石の、重さを示す刻印と思われるですね、石目がついていて、これが005って書いてあります。つまり、0.05 カラットの石という意味で多分売ってると思うんですが、もう一つですね、素材を示す刻印は、なんと PT プラチナ、すいません、100ってなってます。プラチナ1000だったら嬉しいんですけども、プラチナ100は、前にも出てるんですけれども、経験上ですね、プラチナの買い取りにはならなくて、シルバーの買い取りになっちゃうやつだと思うんですね。一応ですね、刻印は PT100 って書いてあって、その隣が SV850 って書いてあるんで、多分ですね、これ、買い取りの時はシルバー850のやつになっちゃうと思うんですよね。で、ヘビがこうやって、
石をなんか加えてるっていうか食べてるような感じなんですね。で、石がこう、多分、どうですかね、これダイヤなのかな、ちょっとわかんないですけども、ちゃんと石目も売ってあって、こういう構造ですね。はい、この 0.05 石目刻印がちゃんとあって、で、素材を示す刻印がですね、残念ながらこの PT100 ってなってて、その隣にですね、この SV850 という刻印があります。SV850 は、シルバー925より、純度が若干低い850という、品位のシルバーです。なので、こちら、テスタで、試すと、はい、このヘビについてる石はですね、簡易テスタだとダイヤモンドの可能性が高いです。はい。で、このルーペの10倍拡大で結構内包物が見られるので、天然由来のものだと思われます。これ見てください。これギューッと拡大すると、この石の中にですね、なんか入ってるのが見えますよね。汚れ、ちょっと、この出てきたばっかの状態なんで汚れかもしれないんですけども、でも中に内包物らしきものも見えるので、はい。で、そんなお品なんですが、ちょっと検証の箱に入れておきます。次行ってみます。次が、すごい絡まっちゃってて、これを取らないと、これはもう見れないですね。ぐっちゃぐちゃになってます。なので、取れるところからですね。はい、こんな感じの、結構気になりますね。K18 ってあるんですけど、GF ってこれも書いてあります。色は綺麗なんですけど、こういう、ブレスレットです。メッキ製品になります。はい、そういったお品でした。次行ってみます。次。もう取れるのがないです。じゃん、これ結構大きいですね。なんかごっつい指輪が出てきました。こんな感じです。キラ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 。はい、見てみましょう。残念ながら素材を示す刻印はないんですけれども、はい、こんな感じの紫色の大きい石がついていて、で外側ですね、この取り巻きの石もついています。で、あとこの手羽なのかな、ずーっとこんな風についてますね。こういう作りで、ちょっと期待したんですけれども、よく見るとこれ、多分真鍮みたいな色なんで、真鍮の合金なのかなと思われます。はい、メッキが結構厚めですね。で、剥がれちゃって下地がこういう黄銅みたいな色をしています。そんなお品でした。次行ってみたいんですけどね、これ、めっちゃ絡んでるんですよ。なのでちょっとこれは、いやー、取れないです。どうしようかな。いやー、ちょっと絡まりすぎです。イライラする。もうしかも時間もあんまりないのに、絡まってて、どうしよう。せめてこの一つだけでも、なんとか取り出すことができればですね、いいんですけれども、長い。この長いの出てきました。なんだろうな。すごい長いです。でも、絡まってってて、もうせめてこれだけは取り出したい。ダメだ。こんな絡まってたらもう何かわかんないです。ひどいよ。なんでこんな絡まって。でもなんとか、あとちょっとな感じですね。
すごい頑張ってて。はい、どうぞご覧ください。もうこんなめちゃくちゃ、これ自分でやってて、どんどん絡まってっちゃって、こんなんなっちゃいました。どうしよう。私が思ってるのは、これ、なんかすごい長いですけど、真珠なんじゃないかなと思って、なんとかこれを救出したいんですが、これがもう結構絡まっててですね、通れないんですよ。でもなんかちょっとよかった。取れた。よかった。はい、取れました。これ、見てください、この長いやつ。こんな感じです。結構長いですよね。しかも2連なんで。で、これが、はい。これ、多分真珠だと思います。いろいろ、まずはですね、ここ。はい、クラスプパーツも結構大きいのがついてます。はい、一応シルバーの刻印があるんですけれども、クラスプパーツのこのシルバーって書いてあっても、銀が取れるかどうかはわかんないやつです。これですね、こういう感じでもうずっと玉がついてるんですが、これぐーっと拡大してみます。でこうやって拡大して、こんくらいで見ると、一つ一つですね、シワが寄ってたりとか、これなんか結構ラウンドのその表面がつるっとしてる感じですとか、あと他もずーっとこうやって見ると全部一玉一玉違うんですよね。これもそうですね、だいぶこのバロックパールみたいにウニってなってるのがちょっとありますし、いわゆる花玉パールみたいなツルツルのまん丸のやつではないんですけれども、逆にですね、天然由来のこのなんていうんですかね、素材を楽しめるようなセミランドなのかな、丸は丸で結構整ってるんで、普通のラウンドシェイプに入るのかもわかんないですけれども、ただこういった感じでですね、結構素材の天然特有のですね、この薪の厚さですとか質感ですねがそれぞれ全部違うというので、これがよく出てくる、今回ちょっと少なかったのか出なかったかな、前の動画でよく出てきた模造パール、フェイクパールみたいなのと、一番違うところですね。一つ一つ自然がこう作ったであろうですね、模様というか真珠層が確認できます。で、さらにですね、この穴ですね、中にこれタコ糸みたいなのが取ってるのが、見られます。で、これをギューッと拡大すると、ここ、穴がすごい綺麗に開いてるんですね。これがですね、モゾパールの場合は、この穴を見るともう、バリって穴開けてぶち抜いたような感じになってるんですけれども、真珠の場合はこれがすごく綺麗に丁寧に小さい細い穴で開いてるんです。なので、これもう真珠だと私は思ってますね。多分真珠です。真珠は取れました。ただ、いわゆるなんていうんですかね、花玉みたいな綺麗に全て整って、なんか花玉ですって鑑別が出るやつではない。真珠の鑑別は多分取れると思いますし、多分アコヤじゃないかなと思われます。正確にはちゃんと取らないとわかんないんですけれども、見た感じですね。で、あと、このクラスプパーツですね。シルバーポプリンのクラスプパーツなんですけれども、こんな感じで結構大きめのものがついてます。あと、このタガネを切って、模様をですね、彫ってあるタイプなので、お品物としては結構古いものだとは思います。あと、角の確認というのがありまして、真珠を見るときですね。ちょっと待ってください。はい、こちらですね、海外の、アメリカの、警察とかがこうやって、なんか映画でやってるやつの、ストリームライト。スコーピオンというライトです。確か、メイディン USA だったと
USA って書いてありますね。USA です。映画のこういう、こんな感じでよく映画に出てきますね。そのライトなんですけれども、これと、あとこの、光を収束する、こういうね、機械がありまして、これをスコーピオンにくっつけて、これ、なん使わないな。すいません。電池がないんです。忘れてました。これ、あれなんですよ。ストリームライトの、この電池はですね、普通の乾電池とかじゃなくて、昔のカメラのフラッシュみたいな、変な電池を使うんですね。リチウム電池なんですけど、これが実は高くてですね、前、そうだな、電池切れちゃった後、いいやと思って買わなかったですね。なので、ごめんなさい。電池、確か1個ね、500円か1000円ぐらいだったな。普通の乾電池と全然違く高いやつなんですよね。なので、ごめんなさい、これ。ちょっと今回できませんでした。すいません。本当は、これでこうやってやると、すごい明るい光がここからピカって出るんですよ。危ないぐらい強い光が。絶対見ないでくださいっていうやつが。で、それで、こうやって真珠をですね、やると、中の、これは真珠の場合は中にドブアイかなんかを削り出して、作った核と呼ばれる真珠の、元の玉があるんですね。で、それがこれで透けて見えて、これは真珠を見るときの、判断の一つになってるんですけれども、ごめんなさい、それやりたかったんですけども、ちょっとこれじゃ電池ないんで、すいません、わかりません。透けるの見たかったんですけどね、これ、この紫外線ライトでも見えないですし、やっぱり強い光で、透かすというのが、本来は、できるといってほしいものです。ごめんなさい。でも多分ね、これ真珠なのはもちろん、穴を見てですね、この角がですね、見える場合もあるんですよね。この多分顕微鏡だったら見えるかな。乾物屋さんはこの糸の通ってる穴をちゃんと見るそうなんですね。なのでこれは多分ほとんど真珠で、なおかつ、これは真珠かなと思われます。はい、そういったお品です。ではですね、次行きたい方なんですけれども、ちょっとこの絡まりがもう尋常でないので、今回これはすいません。とりあえずこれ置いといてですね、これ保留ということで、こちら、ちょっと発掘はここで終了。はい、できました。終わり。完了ということでですね、これを見て、そうか。これをこうして、これですね。はい、発掘終了完了しました。で、こんな感じでですね、いろいろたくさん取れましたので、さっきの、指はですね、金とか銀とか、そういう検証が必要なものはこっちに入れてあるんで、ここには入ってないんですが、この絡まっていうのはちょっとこれ、とりあえずどっか置いといて、この屋根をですね、また、前々回かな。動画の最後に、お伝えした通りですね、これもちょっとヤフオクにですね、出してみようかと思ってます。なので、もしよかったらですね、概要欄にリンクを貼ってますので、よかったら覗いてみてください。残り全部で、これですね。こちらです。で、あと、これ、いつもはですね、概算で、シルバーの、この中から銀がどれくらいの価値あるかなとかってやってるんですけれども、今回ちょっと、微妙なものが多いんですね。で、私ちょっとこれ怪しいなと思ってるんです。なので、ちょっと正確な
いつも大体概算結構私正確なんですよ。過去の投稿とかと見ていただければわかるんですけれども、大体ですね、この石の部分を差し引いた掛け目で見て、いくらですよって言ったのが、大体売れた金額も同じ近い値が出てるんです。思いっきり全然違う金額になっちゃうことってあんまりなくて、なので、今回これちょっと聞いてみてですね、怪しい気がするんですよね。でも結構綺麗に切れましたね。で、こういう風に、でもなんかバリバリいってるんですよね。で、試金石でこう見て、で、何が言いたいかと申しますと、いつも結構いい線で言ってるんですけれども、今回はちょっと違うのが多いんで、今この概算はあえて出さん方がいいかなと思ってるんですね。ちょっと待ってください。すいませんでした。これがですね、ちょっと怪しいので、テスターで見てみると、でこの反応を見てみるとですね、ちょっと、やっぱ怪しい反応が出てるんですね。で、シルバーの場合はですね、この切断面にテスターをつけると、削り跡の方はテスターで消えてしまうのは普通なんですけれども、切断面が白っぽくなったり黒くなったりする特徴があるんですね。で、今回がですね、今怪しいなって言って聞いたのがこちらなんですけれども、真ん中がですね、白っぽくなってるんですけれども、外側が緑青反応って言って緑色の方がちょっと出ちゃってるんですよね。で、表面のメッキ層に反応してちょっと出ちゃうことはあるんですけれども、もうちょっとあれかなってわかんないかなって。ただ、真ん中はこうやって見ると白っぽいので、銀は銀なのかなとかって思うんですが、この反応がこんないっぱい出るのはちょっと変かなというのと、あと、銀でももしかしたら品位が低いものだとか、あと、これですね、この玉のやつは、これ玉が量が多すぎてですね、この重さを概算で見ることはちょっと難しいですね。計算して測っててやれば一応出るかなというのと、あとは刻印がなかったというのもあるので、なので今回ちょっと確実性が低いので、一旦ちょっとこれは概算を出さないで、直接検証して結果を得ようかなと思っています。GF の刻印が一緒に打ってある変わったやつもあったので、そう考えています。なので今日はこちら、これが取れて、で、前回こういうね、刻印があったんだけれども、結論から言うと、銅とか鉄なんじゃないかっていうお品物が取れたという、この、発掘のまとめです。はい。こんな感じの動画をですね、で、それから、後日、この検証結果は、ご報告させていただきます。はい。で、こんな感じの動画をですね、今後も、投稿していく予定です。もし、よかった、面白かったと思っていただけた方は、ぜひですね、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。またね